皆さんこんにちは。ゆるーく解説ゆるちゃんです。本日のトピックは、神仏にまつわる本当に怖い話です。早速見ていきましょう。管理できなくなった神社が解体され、更地になった場所に家を建てた家族が引っ越してきて、一月で皆死んだ話を祖父から聞いたことがあります。それからもいろんな家族が数回引っ越してきてましたが、すぐに人が死んだり、早々にいなくなったりしていたそうです。今は住む人もいなくなり、家も解体されてまた更地に戻っています。田舎なので、今度はそこに建てる人なんていないと思いますが、祀られている神様の名前を聞きそびれてしまいましたが、日本神話に出てくるような神様とかは祀られておらず、諏訪みたいな有名な神社から分類されたようなものではなさそうです。解体するときにちゃんとした手順踏まなかったのかね。自社の解体とかはお祓いというか、それ相応の儀式があるはずだし。神様といっても日本神話に出てくるような神様ではなく、過去に非業の死を遂げた人物が供養のために神様として祀られたという例もあるので、そういう存在だったのかもしれないですね。巨大掲示板のオカルト版で神社の跡地は使い物にならないとあったのを思い出した。神様の怒り的な可能性もあるけど、管理されてなかったみたいだし、神様ではない別のものが住み着いてしまった可能性があると思う。その影響で色々と起きているんじゃない。あと他の可能性は元々の土地が良くないので、それを鎮めるために神社を建てるということがあるから、管理されてなくても形として神社があったので、鎮めることは一応できていたが、壊してしまったことで土地の悪影響が住む人に出てしまったとか。大島てるの対談コラムで読んだことあるんだけど、お寺の跡地は大丈夫だけど神社の跡地はダメらしい。お寺は建物がメインで土地はおまけ。神社は土地がメインで建物がおまけなんだって。問題のある土地を抑えるためのものみたい。神社だと必ず流血みたいなのを陰陽師が封じた跡があるもんね。割と本殿と離れた場所にひっそりある。祀るのは神様だけじゃないから、たたりとか怖い相手も祀ることで怒りを鎮めていただくということもありますから。大田区の大鳥居の移動も大変な事故に見舞われたみたいね。あと大阪の茅島駅の駅ホームのど真ん中にドカンと移動できず。北区の竜王大臣も道の真ん中に神社があるもんね。こんなに文明が栄えてるのにたたりを恐れる感覚は日本古来から変わらないのねとこの道を通るたびに思う。聖天様って知ってますか？とても厳しい神様らしく、願いを叶えてくれる人を選ぶし、悪人のは絶対に聞き入れない。また成就した後も聖天さんのことなんか忘れて、当たり前のように過ごしていると痛い目に遭うらしい。という話を知り合いの和尚さんから聞き、その方は、灰寺屋太院の聖天さんも引き取る方なんだそう。聖天様は、荒ぶる神と菩薩様が抱き合った姿をしてるんだっけ。霊剣新たかだけど、その分恐ろしいと聞いた。門に大根だ交差している絵が描かれている今。聖天様が祀られている目印。シークエンス。早友が聖天様は、どんな願いも叶えてくれる神様だと言っておすすめしてたよ。願いが叶う。幸せになるとは限らないから、お願いするときは気をつけた方がいいよ。祀られなくなった神社には神様はいなくなり、悪いものが取り付くらしいよ。これね、仕事で全国の寺社仏閣に行くけど、今ほんと廃神社、廃寺が多い。田舎ってほどじゃなくても、後継ぎいないとか、地区で祀ってたけど管理するのが高齢者でも不可能だとか、そこの住民の手入れで成り立ってた神社やお寺は多いんだよね。人口が減ってるので仕方ないかな。昔は無理やり継がせたり、近隣住民がプライベート削って奉仕したり、犠牲になる人がいたから、それを思えば個人の自由や選択肢が増えよかったのかもしれない。某神社にはオロチが住んでるって言い伝えがあって、ガチで見える人には見えるらしいね。青色の蛇。青大将？大分にいる白蛇知ってる？抱くと悪いものを取り除く力があるらしいけど、知り合いが行ってすぐ同居してたおじが亡くなったとか、子宮の病で子宮摘出したりだとか、曰くつき。うち白蛇普通に住み着いてるけど、なんもないよ。青い鳥もなぜか台所にいた。多分を飼ってのと開いてた。青い蛇？夏場普通に道路うねってるの見たりする。見える人には見えるっていうことは神様か眷属なのでは？どこの神社か気になる。
民家に住み着く白蛇も守り神だと言われたりするけどね。昔は人間が神になった。これ、神社に祀られている神様はもともとは人間。人間だから黒い部分もあるよって聞いて、考えが変わった。菅原道真公とかね、怨霊を神格化することで荒御霊を鎮めるというのはよくあった。コロナにかかって2ヶ月、苦し紛れに神社にお参りしたら、その日から完全復活した、本当の話です。半月は布団の上、1ヶ月半は息切れ、倦怠感でうつ病っぽくなっての苦しい時の神頼み的な感じで行きました。お参りした時にひし形の白い短冊が揺れたからお願い事が伝わった気はしていた。京都の神社です。よかったですね。神様って見ててくれているんだって思う。夜の神社の不気味さは異常。神様は帰って、そこには不在って言うからね。夜は、地味猛量集まる場所、現世と違う世界の間、になる。それにお百度参りとか、願掛けする人たち、見られると願いが叶わない。も来るから、用事がないのに行くのは失礼かも。お百度参りって、始めたら最後まで自分の願いのことだけを考えられるように、途中で声を発してはいけないと言われてるんだっけ？言い換えると、集中を乱す行動をされるとダメなんだよね。地元に、女の人は絶対参拝しちゃいけない神社がある。父が子供の頃に近所の女性が初詣に来てて、幼心に、いいのかなって思ったらしい。そしたらその家の女性が次々に病気や不慮の事故で亡くなって、最終的に跡継ぎが途絶えてしまったという話。神社の近くまで行ったことあるけど、間違って女の人がくぐらないように参道に続く階段は、鳥居の前で横にはぐれてる作りなのがまた余計に怖かった。何県何市ですか？東北です。ど田舎の地区にある本当に小さい神社です。他にも狐の神様を祀ってるから、昔から犬は絶対飼ってはいけない、と言われてる地区もあります。友達の実家がありますが未だにみんな守ってると聞きました。ちなみに猫はセーフらしいです。埼玉県民だけど、狼、山犬、お上の使い、ご眷属としている三峯神社があって、ご眷属拝借といって特殊なお札を1年間お借りすることができる。それを借りたら、稲荷神社には行ってはいけないと言われる。私は、ご眷属拝借はしたことないけど、三峯神社にお参りした数日後、地元の方でお稲荷さんにお参りしようとしたら、初めて行く場所じゃないのに、駅の工事とかで道に迷い遠回りさせられた。お稲荷さんから、来るな、と言われたんだと思う。やっぱり狐さん嫌がるのかもしれないですね。千鳥のぶさんが行かれているところだ。最近は山は熊が出るみたいで行きたいけど行けてない。実家でお稲荷さんを祀ってる友人は、やっぱり犬が苦手って言ってたな。祀られてるお稲荷さんだ。連れてこないでね。って遠ざけてるのかも。私も稲荷神社を参らないようにと、親から子へ代々引き継がれている家で育って、成人し独立した今も、たとえ観光名所でも稲荷は避けて行ってない。なぜダメなのか聞く機会もなく、親が他界してしまったから理由はわからない。最近大人になって整理できてきた。亡くなった母の話を聞いてると明らかに父と結婚して不幸になってる。父の家は疫病神のような気がする。父の母、私の祖母は30代くらい、若い時に亡くなった。で、疫病神の人ってただならぬ臭い匂いを放ってる気がする。話を聞くと昔は武家で大金持ちだったらしいんだけど、曽祖父と祖父が宗教や地主に献金をして亡くなったと聞いた。父の長兄の叔父の家には、宋丸学会の仏壇と本来の宗派の仏壇が並べられてる。書き出したらきりないから省略するけど、私も兄弟も本当に悲惨なことが繰り返し起きてる。先祖の仏さんに対して変なことしたらおかしいことってあると思う。宗教はその人の個々の自由ですが、一番守ってくれるのはやはり、その人のご先祖様や土地の氏神様だそうです。他の信仰をすると本来守ってくれている守りが、どうしても弱くなってしまうと聞いたことがあります。うちも武士家系ですが、刀を持っていたということは、犠牲になった人もおられるわけで、ご先祖様に感謝はしているけど業が深い血筋なのかなと思ったりもします。髭が生えてるおじいさんのご先祖様の家を見て、お札に載ってそうって言った直後、その方の遺影が頭に落ちてきた。
広い面だったからちょっとの単行部で済んだけど、角だったら大変なことになってたと思う。後から父から聞いたら元軍人で厳しい人だったらしい。でも子孫だからまあ手加減してくれたのかな。お盆だったから帰ってきてたんですね。本当にその説は申し訳ありませんでした。実家の近くの神社ですが、周りはお墓、近くに公民館。この公民館は出るって有名。その神社の木を切ってと頼まれた A さんは亡くなり、うちの父は急病で生死をさまようことに、今ふと思い出して調べたら菅原道真公かも。親戚の家に神棚があって子供の時、すだれみたいなのれんを巻いて遊んでたら、目の中にいくつか玉みたいなのが落ちて目に入ってきた。めちゃコロコロした感触。ただの埃かもしれないけど、神様がこらって怒ったのかも。お稲荷さんは気をつけろってのはよく聞くけど、やっぱりそう？お稲荷さんは、願いを叶える時も、守る時も、たたる時も全力だからね。しかも、些細なことでも、全力でたたるから怖い。そんな怖いもんじゃない。もともとは田んぼの守り神。他の神として未決心を祀っているところと、密教系で抱き二天を祀っているところがあるよ。敬意を払ってたら守りは熱いし心強い。自分の家に感情しちゃったり、オスか作って、伏見稲荷でもよくあるね。自分の代だけで終わらせて、その後は放置。てのがダメ。あと、願掛けのために毎月行く、とか約束しちゃって守れないのもダメ。老人になったとしても、ちゃんと説明して分かってもらわないとダメ。いけないという事情は分かってくれるだろうでは、なかなか納得してもらえないのがお稲荷さん。うちの家の横の土地、家を建てると必ず金持ちになる。けど一代のうちに大黒柱が体を壊すで没落する。これを私が知ってるだけでも3家族続いてる。隣の家の庭に小さな謎の稲荷神社があるのがベランダから見えるけど、そのせいなのだろうか。金持ちになった途端も稲荷さんをないがしろにするとか無礼があるのかな。気軽にお願いしてるけど、物事には道理がある。神様のようなものも含めて、に願いを聞いてもらうには、それなりの見返りが必ず必要なんじゃないかな。見返りは精神性の浄化なんだよ。人をいじめたり動物をいじめたりしない精神。命を尊び舞う者に感謝する心。決して幸福や健康などを見返りで奪う神はいない。邪気がなりすまし、心の隙に付け入り奪う者も精神性だと思う。精神性つまり魂ね。実家の隣の住人が亡くなり、家を解体して土地を売った、都会のご夫婦が買い取り、狭い土地だったのでガーデニングを楽しむために買ったと聞いた。しばらく経ってその土地にはお稲荷様の祠があったはずなのに、なくなっていた。邪魔だったので壊して片付けた。と、私の実家も農家でお稲荷様の祠があって、父がお盆やお正月には必ずお供え物をしてるのに大丈夫なのかな、と思っていた。洋風の庭には邪魔に感じたんだろうけど、ご夫婦は毎週末のように来ていたのに、そのうち来なくなり雑草が我が家に伸びてくるようにまでになった。ある日、ご主人だけ来ていたから母がさりげなく聞いてみると、奥様が病気で来れなかったそう。ご主人も以前と全然違ってすっかりやつれていたらしい。その後はどうなったかはわからない。今は駐車場になってる。偶然かもしれないけど、ぐうたらな父がお稲荷様にはちゃんとしてるので、子供の頃から言い聞かされてたのかな。愛子様が橿原神宮に参拝する前、雨は止んだし晴れてたし、優しい風が吹いてた。いつもと違う雰囲気だった。愛子様はなんかオーラがあるよね。天照大神様と万の神々が、正当な血筋の後継者だと日本国中に知らしめたのでしょうね。冒険に移ったら、天変地異が起きるかもですね。愛子様が鳥居をくぐられた途端、日が差したのは本当に鳥肌が立ちました。天皇陛下が皇太子殿下だった頃、台風で国内線の飛行機はどこも運航取りやめだったのに、皇太子様が乗られた飛行機だけは嵐を免れて無事に飛ぶことができた。芸人の武人さんが同じ飛行機に同乗。そういう奇跡としか言えないような出来事を目の当たりにすると、天皇陛下が公開されることはないが、日々行われている宮中祭祀が意味があることなんだって思うと、科学では説明できない力を感じる。知り合いの話、家にあった神棚を引っ越すからと、
魂抜きもせずに解体して、そのままゴミ袋に入れて捨てたと話してた人がいた。話を聞いた時はびっくり&ドン引き。その後自転車での事故に遭い、自転車事故は結構な大怪我で後遺症が残り、その後はぎっくり腰になり、仕事が続けられなくなり辞めたそうです。しっかりと儀式をするのは大事だなと思いました。うちの仏壇の引き出しに古い小さな神棚が入っていて、多分30年くらい、拭いて部屋で使ってたら、和製土製が聞こえるようになってお皿の塩もべちゃべちゃ。怖いのでとある大社に出してきた。思い返せば、触りのようなものがあった気がする。その知り合いは解体するときに、神棚の板などをバキバキ折って捨てていたと話していました。だから骨折したりぎっくり腰になったんだなと思いました。当時は引きながらもそれはやめた方がいい。今からでも謝って魂抜きしてお焚き上げした方がいいと伝えたんですが気にする様子もなくて、後から色々とあったと聞いて、だからあの時言ったのに、と思いつつ、やっぱり霊を欠かさず移動する時や、神棚を取るときはしっかりと儀式をするのが大事だと再確認した出来事でした。後から思えばあれは触りだったってことは結構あると思います。京都の鞍馬寺というところへお参りした次の日、高熱が出た。良いところへ転職できるよう祈ったんだけど、すぐに受かって入った職場で、かつてないほどいじめにあって、体を壊して辞めることになった。自分に向いていないお寺だったのか、未だにわからないけどこんなことが起こったのはこの時だけ。相性の悪い寺、神社もあるのかな。そもそも神社って磁場かなんかを古の人間は感じ取れて、そこに建てたってのを本かなんかで読んだことがある。だから神社の跡地に人が住まうと磁場の影響で、なんか不都合が起こり引っ越しただけなんじゃないかな。神のたたりとかではなさそう。昔の人のそういう感じ取る能力すごかったと思う。今は電気やら電磁波やらで現代人はそういう能力にぶってしまったような気がする。神様はなんでそこに住んでるだけの人を呪い殺すのを？全然尊敬できないね。むしろ悪魔じゃん。そんなこと言ったら悪魔に呪われるよ。呪い丸してるんじゃないよ。そもそも人間のためにいる存在ではない。もともと悪いものがあって、それを抑えるために神社が建てられてたんじゃないの？神社に亡くなったことで結界がなくなったとか。ギリシア神話をはじめとして、神様って善じゃない世界も多いからよ。アラブルゴレイを慰めるために建立された神社が日本にはたくさんあるし。菅原道真公に関する寺社仏閣もそうだわ。よろずの神が日本にはいるのよね。もうそれは数えきれないほど。住んだ守るのではなく、自分の場所を邪魔しに来たものと捉えて怒るのかな。神域を犯したってことになるんだろうね。そこの土地が売りに出されてたとかは人間の事情だし神様には知ったことではない。祀ってあった場所を移動したり解体した時に、御陵をそのままにしていたりすると、神様が住んでる上でトイレしたり、踏みつけたりしているわけよ。考えただけで恐ろしい。人間の都合で神様を呼んで祀って散々お願い事して、気が済んだらちゃんとした手続きも踏まずに、お社壊して勝手に人間が住み着く。そりゃあ神様だって怒るわ。もともと放射線濃度が高いとか磁場が悪くて、長時間いると具合の悪くなる場所に、神様の怒りを鎮める敵に社が立った可能性もある。神社が立つ場所って災害時に安全で逃げるのに適した場所か、長時間いると体調崩す人が多いとか事故とかが多くて、あまり人に近づかない方がいいと戒め的な場所がある。神様が符を守っていたのに符を外したから、って解釈してみてね。この世界は、対の法則になってるんだよ。日本にはたくさんの神社仏閣があり守られている。つまりたくさんの邪気もいる。古くから鎮座されてる聖地や、お地蔵様は大切に守っていかなきゃいけないんだよ。土地を守ってくれているわけだからね。神様っていうのは、あなたにとって都合の良い存在ではないよ。こういう考えの人、増えたね。お客様方信仰心というのかな。金払って拝んでやったんだから、こっちの言うことを神が聞き入れて当然というか、それもお賽銭、10円ぼっちくらいでさ。そもそもが日本はアニミズムから始まって、人間には制御できないものや現象を神として信仰してきた部分があるから、たたられることも信仰の前提としてある。というか一神教の神も、人間が神の言うことに従わなかった結果、大洪水を起こしただの、あるんだからね。大きく考えると生きている間に出会う人や、物や住むお家や、
住んでるその土地や、生命をくれたご先祖様に感謝して、自分ができることをする。平和に穏やかに明るく朗らかに暮らすことが一番大切なんだなと思うよ。私が死んだとして、その時に子孫がこの世でいるなら、私は神社やお寺通してでも絶対見に行くね。だってどんな子、人、なのか、何をしてるか気になるじゃん。自分の血や遺伝子を受け継いでくれているんだよ。そりゃダメなところも受け継いでしまってるかもしれないけど、その子なりにそれなりに人生を楽しく嬉しく幸せで美味しいご飯を食べて元気でいてほしい。うちのじいちゃんが詩吟の発表会間近で、家の本堂でずっと練習してたら、たまたまうちの敷地に勝手に入って肝試ししてたヤンキーどもに、夜にあの寺で老人のうなり声が聞こえる、って騒がれて、一時うちが心霊スポになりかけたことならあるわ。笑ったわらわらわら。いかがだったでしょうか？皆さんの神仏にまつわる怖い話、不思議な話、ぜひコメント欄でも教えてください。まだまだ駆け出しですが毎日有益な動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画で、ゆるちゃんでした。